こんにちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリチュアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師、新海真希です。さあ、今日はですね、3月27日のお話です。実はこの日は先生術的に注目すべきトランジットがぐわっと集中している日なんですね。毎日毎日欠かさずに20年間アスペクトを見ているんですけれども、なんかこう何もない日もあれば、何もないっていうことはないんですけれども、影響力がね、こう強いアスペクトがない日もあれば、ものすごく1日に集中している日もあるわけです。3月27日はそういう日のうちの一つです。こういう日にはエネルギーの変換点とも言えるような出来事が起こりがちですので、一応見ておきたいと思います。どんな影響があるのか、どうすればいいのかっていうところを最後まで見ていただくと、わかるかと思います。チャンネル登録がまだの方はぜひ登録をお願いします。そしてこんな動画上げてほしいとか、今日の動画を見てね、何か自分も思い当たることがあるとかいうようなことがありましたら、ぜひコメントもお待ちしております。それではですね、まず何があるか。一つ目、蟹座の火星とお羊座のカイロンがスクエアをぴったり取ります。で、火星っていうのは行動力、攻撃性、表現する力、自己主張を司る星です。で、カイロンは過去の傷、トラウマ、癒し、傷や失敗から学び、その経験を通して伝えていく、教えていく力、こういうものを象徴する星なんですね。この2つが90度スクエアを形成することで、感情的な衝突、それから内なる過去の傷の浮上ということが起こりやすくなる時です。特に影響としては、感情が高ぶりやすくなったり、繊細なことで対人関係の間に摩擦が生じたり、ひびが生じたりするかもしれませんし、それから自己主張が強くなりすぎることで、周囲とのバランスが崩れる可能性もあります。こうした自己主張への執着から、経験した過去の傷とか失敗、過去のトラウマ、コンプレックスっていうものがまた浮上してくるような出来事も起こります。あまりこのカイロンのが絡むスクエアっていうのは大体いつもちょっとこうしんどいことが起こるんですけど、これが火星とのスクエアになると、よりもう自分自身への傷というところにね、誰もが経験しやすい出来事が起こるので気をつけましょう。なんでこういう時にはね、カイロンと火星のスクエアはいつも強引に物事を進めない。冷静に状況を見極める。自分の感情を客観的に分析しつつ、相手の意見っていうものをもう尊重することで感情の爆発を避けるということがおすすめ行動です。誰もがそうなりやすいとき、一人だけ冷静でいることによってあなたの価値が上がりますというふうにも取れますね。そして強烈なのはこの日にリリス、ブラックムーンですね。さそり座へ移動します。で、今回移動して12月の20日目ってかなり長い間さそり座にいます。で、リリスっていうのはバースチャートでもあなたの影の部分、本能的な欲求、内に秘めたエゴ、何か強烈な魅力っていうのも示すポイントなんですけれども、一般的にはそのリリスの場所を深く読んでいくと、あなたの人生を止めてしまうヘルシーではないエゴ、これが出るとあなたの人生大体悪い方向に行くよっていうものを示していたりするんですね。で、今回これがさそり座に移ります。深い情熱とか変容、秘密、それから見えない財産、支配する力っていうものがさそり座の領域にはあります。ので、この期間は隠されたあなたの本能的な感情とか欲望とか、ちょっとこう暗い部分っていうものが強まったり、見えやすくなったり、悪魔的な魅力みたいなものが表面化していくような人も増えるので、反対に騙される人もすごく増える。なんといっても、さそり座のブラックムーン気をつけるのはメンタルヘルス、精神疾患、こういう問題がすごく強くなるので、社会的な問題、事件っていうものに気をつけたい。それから心理的な駆け引きっていうのがとても増えるので、本当に信頼できるかどうかっていうのを冷静に見極める必要ということが出てきますので、おすすめの行動としてはですね、深い対話、表面的な付き合いではないものを心がけるとか、騙されないようにするとか、人間関係を整理するチャンスにするといいかと思います。もう一個は、これは、割と喜ぶべきアスペクトとして見なされることが多いんですが、魚座の金星と海王星のコンジャンクションです。金星は愛と美、美しさ、豊かさというものを象徴して、海王星は夢、
幻想、スピリチュアルなエネルギーを象徴します。魚座でこの2つが重なることで感受性が高まるので、クリエイティブな活動とかアーティスティックな活動をしている人は、こういう日にものすごい人の心を揺さぶるような曲が書けたりとか、絵が描けたりとか、そういうね、アーティスティックな才能がある人は、この日に作品を生み出すとすごいいいです。で、あとはロマンティックなムードが高まりますので、恋人がいる人はこういう日に出かける。ただしさっきのスクエアもありますから、喧嘩しないようにみたいなのも大事ですけど。で、夢見がちなエネルギーを作り出すっていう典型的なものなので、影響としては直感とかインスピレーションは冴えて芸術活動にはいい。でも夢見がちになりやすすぎて理想を追い求めすぎる。ちょっと現実的じゃなくなる可能性もありますし、特に金銭面ではこういう時に甘い話に注意です。詐欺、無駄遣いに気をつけてください。これちょっと今投資してくれたらもう10倍になるよとか、そんなことはないから、もう普通に働くのが一番いいということなんですけれども、やっぱりこういう日はですね、甘い話に乗りやすくなるということに気をつけましょう。で、この日のおすすめ行動としては、やっぱり美術館に行くとか、コンサート行くとか、音楽やアート、ね、瞑想など、感性を磨く時間をとってみる。それから自然、動物、人もひっくるめて優しくすることで良いご縁が広がる時でもあります。で、しっかりとね、現実は見極めつつ行動しましょうということになります。まとめとしましては、2025年の3月の27日は、いろんなエネルギーが渦巻いていますが、とにかく過去のトラウマや深い感情につながりやすい時であることを覚えておいて、それから現実的になることが難しい日であることも覚えておいて、そうするとスピリチュアル難民にならないように、逃避癖が出ないように、メンタル的な混乱にならないように、騙されないようにということに気をつけてください。一方、このエネルギーをうまく利用すれば、スピリチャリティがスピリアルに高まっていく。それから自分自身の成長につなげることもできる。一人だけ冷静でいることであなたの評価が上がる。それから衝突や葛藤に巻き込まれる人が多いからこそ冷静に自分でいることによってこれまでの負のパターンに気づけたりポジティブな方向へと変容させることも意識すればとても可能な時でもあるということになります。で、先ほどメンションしました、さそり座にリリスが入る時期っていうのは、もうリリスはさそり座にいる時に、たちが悪いとも言えるんですけれども、人生を落とし穴に落としてしまうブラックムーンなんですね。そういうものがこのリリスという感じ点なんです。ずっと12月までさそり座にいる。このさそり座のリリスの意味は、あなたの太陽星座によって変わってきます。星座別にどういうエゴにあると落とし穴に落ちて、しばらく落とし穴から這い上がれなくなるのかっていう気をつける点に関しては別動画で12星座別にあげたいと思いますので、そちらをチェックしてください。ということで、ちょっと3月27日はだらだら過ごすのにはもったいない日なので、意識して過ごしてみてください。最後に、リリスも1枚入れといてですね。よいしょ。1枚引き、皆さんへのメッセージやっていきたいと思います。よし。このあたりで。双子座の軽やかなカードが見える。今言ったエネルギーと全く一番遠いところにある双子座の軽やかさ、もうさそり座と真反対ですね。もう軽やかな感じです。こだわりが全くないっていうのが双子座のいいところですけれども、そんな感じで行った方が良さそうですね。なので、こういう時には双子座的な、感じでいくと、一人だけ良さが目立つので、ちょっと双子座のエネルギーを身にまとって見られるのはいかがでしょうか。ということで、素敵な3月27日をお迎えください。